皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。私たちは今、伊豆の方に来ています。今回宿泊する宿は、プロが選んだ日本のホテル旅館100選で総合第5位にランクされたホテルです。部屋、そして館内の随所から見ることができるオーシャンビューをとても楽しみに来ております。このチャンネルでは、これから宿泊をしようだとか、どこかへ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しております。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。本日のホテルは、稲取温泉銀水荘です。先に言ってしまいますが、今回のホテルは私の人生で一番だったのではないかというくらい最高なものでした。1泊2日の宿泊でしたが、とてもそれだけでは味わい尽くせないほどの素敵な思い出になりました。宿泊する部屋はエグゼクティブフロア銀のしおりのロイヤルスイート随雲です。部屋はもちろん夕食、朝食ビュッフェ、そして大浴場や露天風呂までをレビューしています。ぜひごゆっくりご覧ください。こちらフロント周りですけれども、この時点でもう豪華ですよね。4月に行ったので5月人形が飾られていました。では早速部屋行ってみたいと思います。こちら最上階10階はですね、3部屋あるんですけれども、こちら宿泊客しかですね、通れない仕組みになっております。それぞれの部屋の鍵を持っていることで、中に入ってくることができます。なので、この鍵を持たずに出て行ってしまうと、中にまた戻ってくることができないんですね。ここは注意が必要です。中庭もとても雅な感じで、植物はですね、本物なんですね。従業員の方がお水をあげているのも目にしました。最初に見える部屋が飛翔という部屋で、次が随雲です。さらに奥に雅楽があります。玄関がまず広いです。これだけ広いと他の部屋とかも期待が持てませんか？洗面が2つあるのも嬉しいですね。こちらがダイニングですが、ここで夕食をいただきました。なんかとても雰囲気いいですよね。冷蔵庫は有料ですが、ビールとお茶がありました。和室が広かったんですけれども、ここに座っている時間が長かったですね。海が見えるからです。天気は曇りでしたけども、これだけでも十分でした。押し入れには浴衣や持ち出し用のタオル、そしてバスローブや羽織がありました。ここからは客室露天風呂のご紹介です。ドア開けてですね、左の方に行くと洗い場があります。こちらが随雲の客室露天風呂です。どうですかこれ。なんかすごい高級感ありますよね。早く入りたい、そんな風に思います。
浴室から見えるこの景色、すごいです。では温泉に入りたいと思います。ここにですね、温泉に入るための台があるんですね。なのでこちらから入らせていただきます。うわ気持ちいい。うわ最高ですね。いやこれは気持ちいいな。景色もいいし、なんかあれなんですよ。今日来るときに、天気曇りかなとかいう感じで来てたわけなんですけども、晴れた方がいいなとか言って言いながら来たんですが、まずですね、もうお部屋に入った瞬間に、もう最高だと思って、この天気の曇りっていうのをがっかりさというか、そんなのを一気に跳ねのけましたよね。もう最高ですよ。もう曇りで十分です。海の音、潮騒ですよね。これを聞きながらずっと入っていられるっていうのは最高ですね。で、お風呂の温泉の温度なんですけれども、これがね、ここにちょっと書いてあるんですけれども、自家源泉は 81.8 度だと。それでね、入ったらちょっと暑すぎちゃうんですけども、ちょうどいいですね、お湯加減にしてくれているので、もう気持ちいいの言葉しか出てこないですね。では温度測りたいと思います。ラッコちゃんを投入してみます。ちょっとですね、ラッコちゃんに今温度を測ってもらいますけれども、で肝心な泉質というかね、お湯なんですけれども、まず先ほど言ったようにお湯はね、とてもいいお湯です。で、肌をですね、ちょっとさするというかなぞってみますと、するっていうよりもつるっていう感じですね。さあ、ちょっと温度を見てみましょう。これちょっと見にくいんだけども、42度くらいですかね。42くらいかな。それくらいですね。だからとてもあったかいです。子供でも全然すぐに入れる温度なのではないかなっていうふうに思いますね。で、まずこれとにかく広いですよ、ほんと。大人1、2、3人は入れますね。で、こう段のところがあるので、こう段に1人座ってたら4人とかも入れちゃうんじゃないですかね。それくらい広いお風呂になっています。Make a
こからは6階にあるラウンジ波の音のご紹介です。ここはですね、24時間利用することが可能になっております。で、時間帯によってテーマが異なってくるんですね。こういったところがですね、お客様を飽きさせないだけでなく、また次も来たい、次の時間帯も来たいって思わせてくれるポイントなんだと思うんですよ。で、実際ですね、こうやって1日に何度もテーマを変えていくっていうのって準備が大変だと思うんですよ。でもそれを毎日やるという心構えこそ、銀水槽のおもてなし力であり、企画力なんだと、そう思いましたね。そして今回私の動画ではですね、4つの時間帯、テーマについてですね、ご紹介したいと思います。今ですね、これが、ウェルカムタイムという、時間帯になってます。私たちが行った時は、ニューサマーオレンジの、生搾りみかんジュースを飲むことができました。こちらの和菓子がです、とても美味しかったですね。他にもあった和菓子全部美味しかったです。5、6個食べちゃいました。そしてここからがですね、マジックアワーという時間帯になります。この時間帯はですね、なんといっても、ノンアルコールカクテルですね、ゆらめき。こちらですね、カルピスをベースにしてですね、そこに、バタフライピーティーを入れて、さらにここのね、レモン果汁を入れるんですけども、この果汁を入れるとですね、色が変わるんですね。ピンク色になっていく。ちょっと映像だと分かりにくいんですけども、ぜひ試してみてください。すごく美味しかったですよ。ここからがデザートタイムになってます。で、なんかビュッフェ形式みたいになっていてですね、奥の方にケーキであったり、果物であったりというふうにですね、様々ありました。これはやっぱり特に女性なんか嬉しいんじゃないですかね。まあ、各いう私もとても嬉しくいっぱい食べちゃいましたけどね。ここからがですね、ナイトタイムになります。で、この時間帯はですね、波の雫というですね、アルコール入り、そしてノンアルコールのカクテルを飲むことができます。その他ですね、焼酎、ウイスキー、梅酒もあります。さあ、こちら波の雫です。レモンの方がですね、アルコールになっております。とても綺麗ですよね。美味しかったです。ここからが夕食のご紹介です。部屋のダイニングでですね、懐石料理をいただきました。別注でですね、一品料理の追加もできるようです。そちらはですね、ホームページでご確認いただければと思います。ワンポイントアドバイスになるんですけども、私たちは夕食を18時間しました。この時間って先ほどのラウンジのマジックアワーのタイミングと重なります。夕食までの時間をですね、客室露天風呂で満喫しすぎていると、マジックアワーに行きそびれる可能性があるので、時間配分は気をつけてくださいね。お作りはですね、これで一人前ですよ。すごいですよね。このアワビの踊り蒸しがですね、本当に美味しかったですね。目の前でですね、切り分けてくれるんですけれども、そのまま食べても美味しいし、レモンかけてもまた美味しくてですね、もう2度美味しい。本当美味しかったですね。こちら、タケノコの中に入ってるのはおこわなんですけれども、タケノコのですね、香りが越してきてとても美味しかったです。こちらの牛肉がですね、噛み締めるたびに溢れ出す旨味、とても美味しかったですね。そして穴子サラダの穴子、これがね、娘がとても美味しいって言って食べてました。さあ、そして伊豆料理といったら、やはりこちらですよね、金目鯛の姿煮。こちらですね、中井さんがですね、切り分けてくれるんですよ。だから上手にですね、食べることができました。
甘辛く煮つけられたこの味がですね、ほんと最高だったんですよね。食べられてよかったっていうふうに心から思いました。金目鯛なんて普段の生活でそうそう食べることないじゃないですか。だからこういうところでですね、最高の味付けで食べられるっていうのは、本当なんかご褒美みたいな、そんな気持ちで本当に嬉しかったですね。ではここからはですね、大浴場、そして露天風呂のご紹介に行きたいと思います。温泉は自家源泉の弱アルカリ性の塩化物泉です。一度入浴するとですね、ポカポカと温まってですね、保温性が高い、とてもいい温泉でしたよ。まずは女性用の大浴場、露天風呂からです。次に男性用の大浴場、露天風呂です。温泉の温度はですね、とてもちょうどよくてですね、長くゆっくり入ることができました。2022年の12月にですね、寝湯の設置をしているんですね。なので、常にですね、進化をし続けているっていうのがね、感じられますよね。どうしたらお客様により喜んでもらえるのかっていうのを考えている表れだと思うんですよね。ここからが朝食のご紹介です。ラウンジと同じ6階にありまして、ラウンジの奥ですね、に位置しております。ダイニング銀の海です。で、こちら入ってみて最初思ったのが、とにかく広くてですね、天井も高くて開放感がすごかったですね。
そしてですね、テーブルがですね、こうやって結構仕切られてるんですね。半個室みたいな感じですね。なので、プライベート感がすごいありましたね。今10時ですね。私は11時がチェックアウトなので、ギリギリ前ですね、温泉に使って行きたいなというふうに思っています。いや、本当におすすめの部屋ですね。ここの随分素晴らしい部屋です。これは一回じゃ味わい尽くせないですね、本当に。あと伝えたいのがやっぱりおもてなしの心がすごいですね。ホテルとか旅館とかだとそんな当たり前だろうって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ある程度一定の基準ってあると思います。例えば玄関でお客様をお迎えするとかね、そういうことっていうのはどこでもやってるのかもしれないけど、じゃあ細かいところってどこまでやれてるのっていう風になるとなかなか見えてこないところあると思うんですよ。ちょっといくつか例を挙げさせてもらいたいと思うんですけど、例えばですね、今ここの窓、客室の天井の窓に開けてるんですけど、最初来た時にですね、もしこれ寒かったらですね、閉めますんで呼んでくださいって言われたんですよ。だからちょっと聞いてみたんですよ。これって僕たちじゃ閉められないんですかって聞いたら、いや閉められるんですけども、私絶対来ますんでっていう風に言ってくれてですね、
こういうこともお客様に手を煩わさない、煩わすっていうか違うかもしれないですけど、こういうところもさせないというかね、こっちでやりますよっていう心遣い、すごいですよね。その他はですね、夕食がですね、部屋食だったんですね。その時に来ていただいた中井さんがですね、バスタオル足りてますかって聞いてくれたんですよ。確かに4枚とか、もうちょっとあったかもしれないな、4枚ありましたとかあるのに、私たち家族3人ですよ、1枚余ってるのに、そこに聞いてくれたんですよ。だから、大丈夫ですっていうふうに言ったんですけど、いや、全然持ってきますので、お声掛けくださいって言ってくれたんですよね。いや、だって家族3人で来ているのに、4枚あってすでに余ってるんですよ。それでもそういうふうに言ってくれるんですよ。で、私なんか、結構お風呂やっぱ入るわけですよ。だから、タオル使うと、その都度なんか濡れてしまうわけですよね。だから新しいの欲しいなと思うと確かにあるんですよね。だからそういうことも多分見越してるんでしょうね。部屋にお風呂があるってことは、やっぱりお風呂いっぱい入るんだろうなってことが分かってるから、すぐ持ってきますよって言ってくれるんですよ。あとですね、若葉マークつけてスタッフの方複数名いらしたんですけども、チェックインをしている時にですね、なんと私の娘とずっと遊んでくれてたんですよ。お話ししたりとか。そういうのもなんかすごいなと思ったし、6階のラウンジのところで働いている方もいらしたんですけども、普通にいろいろ作ってくれるんですね。カクテルだなん作ってくれたりとか、それでいろいろやってくれるんですけど、ふとチラッと見た時に横浜マークだったんですよ。あれと思って、いや全然普通の人っていうか他のスタッフさんと同じじゃんっていうくらいしっかりされてるんですよね。これすごいですよね。いつからですね、こちらのホテルに働いてらっしゃるかわからないけど、だけどこのホテルの基準でまだ若葉マークつけてらっしゃるわけですよ。それなのに他のスタッフの方と全然遜色ない動きとかしてくれたりとかしてたので、そういうのもやっぱ教育というか指導というかしっかり行き届いてるんだなって、そんな風に思いましたよね。それとですね、恋にご飯をあげている時にですね、娘が持ってきたプルートのぬいぐるみをですね、どっかに置き忘れてしまったみたいなんですね。で、それで部屋に戻ってきてから、電話がかかってきまして、落としてませんかって言われたんで、取りに行ったんですよ。そしたらですね、なんと、プルートがですね、リボンつけてるんですよね。子供すごい喜んでました。今回、伊豆稲取銀水荘に初めて宿泊しました。ここは本当に素敵なホテルで、1泊2日ではとても味わい尽くせないと思いました。夕食時には子供向けメニューも準備してありますので、ファミリーにも優しいホテルです。また、ホテルと伊豆稲取駅間の送迎もありますので、電車の方でも安心です。これから夏を迎えるにあたり、プールも利用できるようになります。動画だけでは伝えきれない部分がたくさんあると思いますので、ぜひ皆さんご自身の目で確かめてみてください。ここまでどうもありがとうございました。またお会いしましょう。それでは、バイバイ。